色塗り堂でございます。11月のりんご日記を振り返ります。まず、1日、色鉛筆で塗って、います。11月のテーマは丁寧に描いていこうだったんですけれど、11月の1日、色鉛筆、油性の色鉛筆ですね。これは、カリスマ色鉛、カリスマですけれど、これは、ベロールイーグルだとか、あとは、プリズマカラー、と、芯が同じものですね。で、2日もは、これは、ホルベインで描いています。端っこまで影を入れないという描き方で、ちょっと雑になってるかな。ね、3日もホルベイン。そうだ。腱鞘炎が始まったというか、予兆が出てきたあたりですね。で、4日はカリスマですね。なんか、やたらときっちり書いてて面白みがない。6日もカリスマですが、ここで、いよいよ手がまずいなーってなって、この日のは、で、6日は、コピックの 0.5 を使って、輪郭を取って、三菱ユニの、これは水彩色鉛筆です。水彩色鉛筆を使って塗ったやつですね。筆だと、筆圧がいらないので、腱鞘炎にはいいんですね。で、コピックは、水性のペンですけれども、乾くと耐水性になるので、あの、上から水彩色鉛筆だとか、水彩の具とかで塗っても大丈夫ってやつですね。で、淡い色でも、なんでしょう。それなりに満足感が得られるので、これを使ってみましたというところですね。ここから試行錯誤が始まります。で、翌日は、ちょっと濃く塗ってみたってやつですね。水彩色鉛筆で濃く塗るのって結構大変で、というのも、水彩色鉛筆、塗ってから、
水で伸ばすなら結構描きやすかったりするんですけれど、水彩色鉛筆の先を濡らして描いたり、あの、水彩色鉛筆の芯を筆で撫でて、その筆で塗ったりすると時間がかかるんです。で、8日。ここでコピックを細い0.03に変えて、水彩色鉛筆で塗ってみてますね。で、失敗していると。あ、この日4枚描いてますね。9日は。これは、コピックを使わないで、水彩色鉛筆だけで頑張ってみたっていう、そういうやつですね。あ、で、時間計ってみたんですね、これは。同じようにコピック使わないで、水彩色鉛筆でどこまで色が出るか。45分もやってますね。じゃあ、ということで、コピックの0.03を使って、さらっと13分塗ってみたところ、全然色が出なかったという。で、10日。これもかなり時間はかかってるんですけれど、まあ、2枚描いていて、なんか疲れてんのかな。これはね、紙を変えてみたんですよ。これ、この紙、そうですね。ダイソーさんで売ってる丸マンの薄手のスケッチブックなんですけど、これは、ケント紙かな。うん。ポストカードサイズのケント紙に書いてみた。軽い色で。まあ、これはこれでいいけれど、淡い。淡い。うん、薄い。ちょっとわかりませんけれど。影を塗り忘れてますね、私。違う。これは、手前から光が当たっているから、影の描き方がわからなかったということですね。なんか、これだけ見ると調子は悪くなさそうです。あ、でしょ。なんか、あんまり、3枚も描いてますね。この辺とか雑で調子悪そう。あ、この紙は、丸マンのポストカードサイズ。ね。これがケント紙。
1時間も変えたやつだ。まあ、時間をかければいいというものではないということです。3枚目だ。30分。1時間と30分。時間はそんなに意味がなかったみたいです。で、いよいよ水彩色鉛筆ではなくクレパスを使ってみた。クレパス。桜クレパスですね。うん。紙はよくわからない。水彩紙かな。違うな。うん。買ったけど、結局、水彩紙のつもりで買って、届いてみたら、オイルパステル用とかなってたっていう紙を使ってます。クレパスでもいいけれど、書いた後で、えっと、クレヨンコートを吹きかけないといけないので、それがちょっとめんどくさいなっていうのと、うん、化学物質アレルギーなので、すごくマスクをして、お外で、風の方向を見ながら吹きかけたりとかしなきゃいけないところがめんどくさいし、リスキー、うん、アレルギーが出るリスクがあるので、なかなかね、うん、クレパス好きなんですけど、オイルパステルとか、なかなかできません。で、やっぱりということで、ユニに戻って、まだ水彩色鉛筆の練習中ですね。悪くはないけれど、あ、5枚も書いてる、13日。あ、いろんな紙を試したみたいです。これは丸マンかな。うん。これは丸マンのみたいですね。はがきサイズ。ああ、これは、京和さんのホワイトカードってやつですね、多分。これも、
これも丸ま、どうしたんだろう。覚えてない。何が違うかわからないけれど。4枚目。何がしたかったんだろうな。あ、5枚目。これ、そうで、この日、ホルベインの不透明水彩が届いて、で、夜届いたんですよ。そうだ。夜届いて、本当は翌日から14日から始めようと思ったけど、我慢できなくて真夜中に暗い中せこせこと試し書きをした。透明水彩って水彩画集っていうみたいなんですね。京和さんのに書いてみて、京和さんのホワイトカードに書いてみて、で、この100円ショップの、これですね。不透明水彩は、水が少ん、水を少なく使うので、これでもいけるかなと思って、この薄いスケッチブックでもいけるかなと思って書いてみたらいけたという。まあ、絵はのっぺりしてますけど。で、そうだ、そう。不透明水彩と透明水彩の違いは、顔料は同じなんだけれども、混ぜてる海苔なんか、そう、混ぜ物の量が違うだけみたいなんですね。まあ、そういう情報を得まして、水多めで書いてみて、難しいと。濃い、濃いっていうか暗い色影みたいな暗い色を薄く塗るのが難しかったというやつです。でこれは初めて鉛筆で下書きをしても透明水彩なら消えるから、ということで下書きをしてみた。まあまあ、いい感じじゃないって自分で思ったやつですね。ああ、写真かなんか見ながらこれは描いたんですね、きっと。うん。なんかあんまり良くない。17。コピックを太くしてみたらどうかしら。で、大失敗と。そういうやつか。青が綺麗。これも写真見ながら描いたんですね。でもなんか最後、めんどくさくなってますね。集中力が持たなかった。で、この日は、影の方向を間違っている。
かそういうの気にしないで書いたのかな。なんかこう画面では、あ、ちょっとこれ、よいしょ。映像だとね、薄く見えちゃってるんですけど、この辺の赤とか、綺麗にな色なんですけどね。極力水を使わないで塗ったみたいです。ボコボコしてる。ボコボコ、デコボコ。ねえ。なんだ、何があったんだろう。ひどいですね、これは。どうしたのかな。ああ、これ、これ油絵っぽく塗りたいな。油絵やったことないくせに。なんか、そう、これ意外とですね、遠くから見ると、リンゴ日記としてはね、ちょっと良くない感じなんですけど、絵としては、遠くから見ると結構イケてる。かなり好きにバシバシ色を置いてってっていうやつです。あ、これは前日と同じようにやろうと思ったけれどできなかった。多分集中力が前日ほどなかった。ここでですね、そう、ホルベインの透明水彩が届いたんですよ。透明水彩。で、頑張って描いてみたけれど、難しいという結論になったんですね。あ、その時はそう思ったような気がするけど、今見ると、これはこれでいいんじゃないかいって思いますね。で、また不透明水彩に戻って、今度はポスターカラーですね。ポスターカラー、ニカのポスターカラーのオペラを使ってみたものの、チューブで買ってしまったので、その、ポスターカラーって水と分離しやすくて、使う前に混ぜる必要があるんですけど、チューブだと混ぜられなくて、そう、ポスターカラーは瓶で買わないといかんと思ったやつです。ガッシュだから、また不透明水彩に戻ってますね。なんか、なんか暗いですね。何が、なんかあったのかな。透明水彩にまた戻って。
水の調整が難しいんですね。色は綺麗なんですけど。こうやって、いろんな画材を使うと、比較しにくいですよね。精神的にどういう変化があったのか。あ、気持ち悪い。これ、離れてみると、この点々が気にならないんですけど、点々つけすぎて、ちょっと集合体恐怖症が出そうな絵ですけど、離れてみると結構、まあまあな感じなんですね。この辺の色とか見てるとそんなに調子はよろしくなかったみたい。あ、ほんといけませんよね。もう疲れ切ってますね。これ、あ、昨日か。かなり鬱っぽかったんです。鬱入ってましたね。もうね、この辺の処理とか見ると嫌になっちゃってんのがすごいよくわかる感じです。12月は、どうしようかな。透明水彩でいこうかな。今日からって思ってます。11月は、検証がためにいろんな画材を試していたという感じでした。ではまた。そうそう、そうだ、いろんな紙で書いて、で、スケッチブックに挟んでおくんですけど、これね、木工用ボンドでくっつけただけなんです。平ゴムを買ってきて、まあ、アマゾンさんですけど、買って、切って、で、ボンドでくっつけて、置いとけば、こうなるという。まあ、長さはね、こんな感じ。ちょっとだけ、ちょっとだけ引っ張る感じの長さで作りました。よいしょ。